研究所玩具レビュー生配信の方がスタートしてまいりました。イェイ。はい、ということでですね、いやー、いかがお過ごしでしたでしょうか。いや、今週もこの楽しい玩具レビュー生配信の時間がやってまいりました。いやー、今日もね、いつものごとくですね、もう非常にバタバタしておりまして、ようやっとなんとか準備をして、始めさせていただくことができるようになりました。いやー、大変だった。はい、今週はですね、先週は、俺がたいコンテストということでですね、皆様の、はい、自慢のですね、俺がたいを、Twitter、X か、はい、X で投稿していただいて、そちらをね、はい、僕の方で、ご紹介させていただくと、生配信でご紹介させていただくという企画をさせていただきました。そしてですね、今回はそちらのその前のね、回からスタートしておりましたタイムボカーン、24、24のデラックスシリーズですね。こちらの方の第1弾でメカ布団の方をご紹介させていただいたんですけれども、はい、今回はですね、第2弾ということで、2号ロボであります、クワカタン。こちらの方を今週はやっていこうかな、なんていうふうに思っております。いやー、ということでですね、ちょっと本番のですね、本題に入る前にですね、ちょっと僕の脳みそのアイドリングタイムということでですね、ちょっと少しね、だらだらとお話をさせていただきつつ、こちらね、サワーなんかもちょっといただいてですね、体にね、ちょっとアルコールが染み渡る時間が必要でございまして、毎週ですね、ちょっと最初の方は取り留めのないお話をさせていただいております。いやー、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。ね、もううちはですね、もう子供がね、夏休みに入っちゃってるので、もういろいろずっと大変でね、もう、なんや言うたらもう、お昼ご飯もね、ずっと毎日僕が用意していて、ね、仕事もしなきゃいけないし、子供の面倒も見なきゃいけないし、ね、夏休みの宿題の面倒も見てあげなきゃいけないしね。で、上のお姉ちゃんの方はね、もう、あれなんでね、そろそろ高校受験を見越してですね、いろいろ動かなきゃいけないみたいなこともあって、そういうののね、まあ、調べたり勉強したり、なんやかんやありましてですね、もう、体がいくつあっても足りないっていう感じで、いつもこのような、はい、お酒が入るとですね、泣き言を言うというね、はい、おじさんの悪い癖がちょっと出ておりますけれども、もうね、ちょっとただね、一週間のこの時間はね、すべてを忘れて玩具で遊ぼうというね、そういう時間をね、取らせていただいているので、非常にこの心のサプリメントとしては非常に良い時間になっているかな、なんていうふうに思います。いやー、でもね、先週、俺がたいコンテストをやっててですね、もう、結構反響がありまして、皆さんね、結構喜んでね、参加していただいてて、非常に嬉しく思っております。ありがとうございます。ご参加していただいた方、またね、ご視聴いただきました方、はい。皆様ね、非常に大変感謝しております。おかげさまでね、大成功に、企画が終わりまして、ほっとしております。はい。結構ね、非常にね、いい企画だなと我ながらね、思って。ね、皆様のね、俺合体を、あの、ご紹介させていただいてですね、僕もいろんな俺合体に触れることができるし、ね、このね、このチャンネルをご覧の皆さんにも、なかなかね、いろんな、バリエーションのね、俺合体なんかを楽しむことができますし、またね、ご紹介
させていただいた方もね、紹介、できた、紹介、ここでね、発表できたことでね、非常にもうモチベーションになったみたいなことをおっしゃっていただけることもあるので、なんかこうね、みんながこう、楽しめる企画になったんじゃないかな、なんていうふうに思ってですね。これも、ぜひぜひですね、続けていきたいな、なんていうふうに思っておりまして、まあね、オフ会代わりに、当チャンネルのね、企画、メインの企画として、ちょっとやっていきたいかな、なんていうふうに思っております。そうですね、どれぐらいですかね、年3回くらいやってもいいのかな、なんていうふうに思いますかね。いやー、なかなか、非常に素晴らしい企画でね、いやー、なかなかやった甲斐があったな、なんていうふうに、一人でホクホク思っておりました。いやー、でもね、今週もいろいろありましたね。やっぱりこう、やっぱり一番目玉の情報といえば、あれが来ましたね。SMP の VRV ロボ。いやー、あれ素晴らしいですね。めちゃくちゃ素晴らしい。そして、ついに出た、ビクトレーラーね。いやー、今回ね、正直僕、ビクトレーラーは来ないと思ってました。ないだろうなっていうふうに思っていたので、いや、結構、ビクトレーラーちゃんと出すんだっていうのはね、結構びっくりでしたね。結構ね、ガオレンジャーもね、デラックスにない設定だけのね、ガオアニマルを出したり、SMP は結構そういう結構ね、ディープな方を、ちゃんと掘ってくれるような感じなのかなって思って、少しびっくりしております。ね。いや、ビクトレも、まあもちろんね、順当に考えればビクトレーラー出て叱るべきみたいなところあるんですけど、まあ昨今のお家事情ですとかね、もうね、スーパー戦隊も終わっちゃったとか、なんかね、で、なんか SMP のね、作りとかも鑑みたり、これね、バンダイのね、プロダクトを見たりすると、なんかこう、もう、なんかね、手引きそうな感じすらしてたので、ね、かえってこのビクトレーラーまで、ね、最後までちゃんと順当にいったことが、むしろ驚きみたいなね。そんな感じになりましたね。まあ今後、どういう感じになりますでしょうか。なかなかね、こうご期待という感じですけれども。でもね、僕はね、結構もう、なかなかね、制作時間が取れないんで、ガチ制作が止まっちゃってるんですよね。そうそう、だからね、SMP で全然作れずにね、もう箱積みしちゃってるものが、ね、わんさかあるんですよね。生きてるうちに全て作りきれるんだろうかぐらいの量あるんで、なのでね、結構、うん、これからね、ちょっとお気に入りの戦隊の SMP がね、出てきてくれたら、あとはもう隠遁生活というかね、今までの財産を食い潰す感じの生活になってもいいのかななんていうふうにね、昨今思ってる次第なんですけれども、結構ね、そういう意味では、なかなかね、どうなんですかね、今後の情勢。もうね、最近本当にね、いろいろ嫌な、ニュースですとか、嫌なね、ポスト X のポストとかもね、嫌顔でも目に入ってきちゃうんですよね。で、このチャンネルでも結構言ったり、ね、ロボ友仲間でね、飲み会で愚痴言ったりしてる時にね、結構言ってたりした、その今後こういう風になっていくよみたいな、そのね、あの、予想みたいなことをよく語るんですけど、
嫌な方向でガンガン当たっちゃってるんですよね。この間ポスト見た時もですね、なんか、その中国とか韓国のロボットと日本のね、あれですよ。オメガホーンの、あるじゃない、拡充のやつあるじゃないですか。あれをなんか比較に出されて、中国と韓国のやつはレベルがすごく高くてかっこよくて素晴らしい。それに引き換え、こういう日本のくだらなくて何にも脳みそを働かせていないような低レベルなものと比べると、なお良さがわかるみたいなことをなんか外国人がね、ポストしてるのが入ってくるんですよね、なんか。でしかもね、5人ぐらい同じようなポストしてるやつ見たんですよ。でしかもそのポストがね、なんか、プレビューでね、2、3万いってるんですよね。で、いいねも百何十ついたりなんかしてて。だからね、いや、こういう風に、ダメな世界になっていくよみたいなね、これ、スーパー戦隊なくなっていくと、どんどんこういう方向に行くよっていうことを、ちょっと言ったりしてたんですよね。この生配信でもちらっとどっかでなんかそんな話もね、しばらく前に言ったと思うんですけど、あの時危惧していた世界がいよいよ現実になってきたな、なんていうのを、ちょっとね、最近見たもんですから、いやはや、こうやって世界ってねじ曲がっていくんだなというね、悲哀を持ってちょっと眺めているところだったんですけれどもね。いや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 、なんていうね、オープニングからなんかちょっと切ない話をね、しちゃい始めておりますけれども、今週もね、元気よくやっていきたいな、なんていうふうに思っております。あ、コメントいただいてますね。ケイタさん、こんばんは。前回の俺合体コンテスト楽しかった。また次回開催されるの楽しみにしてます。あ、ケイタさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。いやー、ケイタさんね、ご参加いただきましてありがとうございます。もう、めちゃくちゃ助かりました。やっぱりね、皆さんね、かなりレベルの高い気合の入ったね、俺があったりかなりあって、いやーもうね、素晴らしかったんですけどね、さらにもうことさらね、ケイタさんのね、このクオリティの高いね、もうこれはもはや俺合体と呼んでいいのかっていうねなんかちょっと造形物に近いような形になっておりますけれどもね、そういうのね、見させていただいて、いや、もう、非常に眼福でした。ありがとうございます。またね、開催したいな、なんて、定期的に開催していきたいな、なんていうふうに思っております。前回ね、今回8月にやらせていただいたので、まあ、年末にもう一発行って、で、その後4月あたりにもう一発行って、で、また8月やってみたいな、そんなサイクルでやるのもいいかもしれないですね。だから次は年末ですかね。年末の楽しい時期に、どうすっかな。だから年末ですね。クリスマススペシャルと、俺合体コンテストと、なんかこうね、イベント的な感じで、12月ちょっとね、イベント目白押しでやるっていうのも楽しいかもしれないですね。クリスマスシーズン。クリスマスですね。クリスマス配信の前に俺合体コンテストみたいな、そんな雰囲気ですかね。だんだん、そう考えると年末がちょっと楽しみになってきましたね。いやー、これは素晴らしい。それやっていきましょう。玩具のね、イベントがあるっていうのは非常にね、素晴らしいですからね。ちょっと、その感じでちょっと考えておきます。ケイタさん、そして、可愛い並び。クワガッタンもだけど、オケドリラまだ、揃えてないので、どんな合体できるのか楽しみ。こちらですね。いろいろね、出てるんですけれども、いろんなね、バリエーションのね、ボカンドッキングがね、できるんですよね。前回、こちらをやったんですけれども、意外とね、いろいろやりようはあるんですけれども、
前回もそうだったんですけどね、こいつら、すごくね、オプションメーカーなのにすげえ凝ってて、で、全部にね、サウンドギミック入ってるんですよ。なんですけど、前回もそうだったんですけどね、僕、ちょっとね、時間があまりにも、生活の中に余裕がなくて、あの、電池を揃えていられなかったというかもうね、電池も、これっきゃないんですよねなので、ちょっとね、電池入れてないもんで、なかなかそこら辺のね、ご紹介も今回ね、なかなかちょっとできそうにないんですけれども、またね、あの、トン、カットンボと、あれがね、相変わらず手に入れられておらず、あの、なんだっけ、カマキリッパー。うん。だから、ちょっとね、母艦ドッキング中途半端になるか、まあ、あるいはちょっと、あの、主要、ちょっとね、今回はクワガタメインでやらせていただいて、メインのね、こうスーパー、なんだっけ、スーパーボカンドッキング、をメインにちょっと今回はやっていきたいな、なんていうふうに思っております。山中幸雄さん、改めて主さん皆さんこんばんは、お疲れ様です。あ、山中幸雄さん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。そして山中幸雄さん、確かにありましたね。あ、先ほどのポストですかね。日本のやつ、なんだろう。あれがね、オメガホーンがダメで、韓国、中国が素晴らしいみたいなやつがあったってやつですかね。そうなんですよ。しかもね、もうなんか、続けざまに5件ぐらい見ちゃって、僕。あー、そうそうそう、こんな感じだよ、こんな感じ。多分こうなるだろうなって思ったよ、みたいなね。だからやっぱスーパー戦隊が終わるってタイミングに合わせて、かなりね、構成を強めてきたなっていう感じがあって、で、いろんなね、インフルエンサーさんにも、かなりね、オファーが来てるんでしょうね。だから、なんか一斉に X と YouTube で、なんかね、そこら辺の構成仕掛けてきたりしましたよね。高田トミーとかバンダイの内側の中にも結構そういうところでね、まあね、お株奪われちゃうような感じの流れにしちゃってるところがあるんでしょうね。まあこれ以上は深くは言いませんけどね。まあ、なかなか、本丸がね、守ろうとしないんだったら、もう末端がどんなに頑張ってもちょっと無理ですからね。じゃあ本丸取られちゃったらもうダメですよ。なのでね、ちょっとこういうふうにどうなることやら、情勢を見守るしかないか、あるいはですね、もう、文化はもう、その庶民のサイドでね、細々と長くね、守っていくしかないかもしれないですね。でもね、かつては、そうそう、そういうので、オタたちが頑張った、歴史があるんですよね。例えばコミケなんかもそれの代表格じゃないですか。もともとね、女性のね、漫画ファンの方が始められた、個人的なイベントだったんですよね。その当時はもうやっぱりこうね、世の中にオタク文化みたいなものがね、迫害されてるような世界だったので、そんな中でね、あれだけね、まあ最初はね、小規模だったという話を聞いてるんですけど、まあ、そういうところからね、徐々に温めていって、世間にね、白い目で見られながら、ね、ちょっとずつちょっとずつ、ね、規模を大きくして、ね、どんどん開催をね、あの、定期的にやっていって、でね、今やもうね、世界中から注目されるような大イベントになってるわけじゃないですか。で、今更になってね、大企業とかも入ってきてやってますけど、最初はずっとね、オタの人たちが頑張って、続けてきたことだったんですね。だからこういうね、庶民レベルの方で頑張ってやっていくしかないのかな、なんていうふうに思いますよね。
なんか、大きいところがね、入ってくるとうさんくさくなりますからね。なんか今なんかね、あんなに社会ではね、アニメとか、ね、オタクコンテンツをね、迫害してさ、バカにして、やってたくせに、なんかね、今ね、アニメでね、ビルボード、アメリカのね、チャートでも席巻するようなね、ジャパニメーションとか言ってさ、漫画とかアニメとかコンテンツ商売がうまくいったら、今度は政府がなんか予算をつけるとかね、銀行がなんかコラボしてやるとかね、金勘定しかやんないやつがね、やってくるんですよね。ふざけんじゃねえよと。お前ら潰そうとしてたじゃねえかみたいなね。なんかそういうのありますよね。なんかうまくいったらなんかね、すり寄ってきてさ。今回もね、ロボット文化をさ、ね、よそに売り渡すようなね、ことを、大きいところはやるんですよ。金とか利権とかでね。うん。だけど、まあ、本当にね、おもちゃのことを愛している人が、もう、致し方ない。みんなでこうね、守るしかないですよね。うん、個人的にね。だからそういう意味では YouTube って媒体はすごくありがたいかもしれないですよね。こうやって、個人でもね、配信できたり、動画アップできたりして、それをね、皆さんが見てくださっているプラットフォームがあるっていうのは、そういう意味ではすごくありがたいことですよね。うん。だこういうところでいろいろこう、文化を温めて守っていくっていうのは、うん、めちゃくちゃ大事なことなんじゃないかな、なんていうふうに、ちょっと思ったりなんかしてみました。あ、そして山中由紀子さんからスパチャを頂戴いたしました。山中由紀子さん、いつもありがとうございます。乾杯。いつもありがとうございます。励みになっております。シアさん、こんばんは。村上和司さんの、ご冥福をお祈りいたします。あ、シアさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。いや、そうですね。村上さんね。御体。ね、我々の青春をね、作ってくれた偉大な偉大な方でしたね。うん。僕もね、ちょっとなかなかこう感傷に浸ってしまうものもあったり、やっぱりね、こう村上さん、ね、もともとプロダクトデザイナーの方で、だからこう、玩具のね、デザイナーでもあるんですけれども、やっぱりこの、そこにね、機能美というか、うん、そこの中にこう洗練された機能美と、うん、玩具としてね、ロボット玩具としてのこの動きの発見、驚き、そういったインスピレーションを人にこう与えるもの、で、それこそが良い玩具だというふうにおっしゃってらっしゃったんですね。おっしゃって、おられたんですね。うん、僕はね、すごくそこには共鳴いたしまして、やっぱりそうなんですよ。玩具っていうのは、やっぱね、こう、インスピレーションの元なんですよね。うん。まあ、もちろんね、動く、ね、いろんなポージングができる。まあね、スタイルがよろしい。うん。いや、もちろん素晴らしいですよ。めちゃくちゃいいことなんですけど、うん。それは一丁目一番地じゃないんですよね。うん。だから、申し訳ない言い方をしちゃうとね、まあ、あんまり言うと、またね、いろんな人に怒られちゃうかもしれないんですけど、玩具、ロボット玩具っていうのの本質は、やっぱそこなんですよ。やっぱりこうね、人にインスピレーションを与えてくれる。うん。やっぱこうね、脳にピカーンとひらめきが、与えられるというかね、そして夢、自分たちのこのね、想像力をかき立てるとか、うん。物語をね、自分の頭の中に物語を作らせてもらえるとかね、その人それぞれの世界が多分あったと思うんですよ。おもちゃを遊んでいく中で。で、それをね、こう想像力の源になってくれる、そういうね、素晴らしいこうインスピレーションを与えてくれるものなんですよね。うん。で、それこそが一丁目一番地で。だから、変形とか合体とか、ね、いろんなものをね、クロスみたいにガチャガチャ合体できるとか、うん。そういったギミッ
くこそを一丁目一番地にするべきだし、そうであるはずだったんですよ。ね。だけど、そういったものの中でも、やっぱりちょっと足動かないかな、ポーズできないかなっていうのが、まあもちろんあって、で、それが昨今、技術革新によって、変形も合体もできるし、ポーズも取れるみたいなのが出てきたと。で、これは素晴らしいことなんですけど、なんか、そしたら主従関係が逆転しちゃって、なんか、ポージングするためにはここをオミットとか、なんか始まっちゃったわけですよね。ポージングに邪魔だとか、プロポーションを良くするためには、ここが致し方なく変形合体をさせる都合上とか言って、なんか変形合体がお荷物かのような感じで言ってきたりするじゃないですか。で、合体重視バージョンはこうですみたいな感じで、わざとかっこ悪い感じで写真撮ってみたりね。うん。ああいうところが、ちょっとね、哲学がないというか、浅い。浅いなって僕はちょっと思っちゃうんですよね。もちろんプロポーションがいいっていうのは素晴らしいことですし、稼働するっていうのは素晴らしいことですけど、それは一丁目一番地ではないんですね。稼働できるとか、プロポーションがすごくアニメにそっくりとかっていうのは、ハンバーグでいうところのマッシュポテトとか、キャロットなんですよ。で、変形とか合体こそがハンバーグなんですよね。ハンバーグがあってのマッシュポテトであり、キャロットなんですよ。あくまで添え物なんですよね。マッシュポテトドーンって折られて、キャロットドーンやって、申し訳なさ程度にちっちゃいハンバーグポンって置かれて、はい、ハンバーグって言われたら、ふざけんなって思うじゃないですか。だけど、このマッシュポテトが美味しいんだっつって、ね、世の中の今は受け入れられちゃうような風潮もあるじゃないですか。こうなってきたら終わりだよってちょっと思っちゃうんですよね。なんか多分ね、だから村上さんのね、非常な、非常に素晴らしい功績は日本の宝でありましたし、僕らの宝、これからも宝であり続けるし、そうであり続けることで、やっぱりこう、村上さんのやられたお仕事に対する手向けになるんじゃないかな、なんていうふうに思いますし、うん。まあ僕にはね、それ以上何かね、大層なことをやるなんていうものはないですけれども、少なくともね、こういうことを配信の中でのたまうことをやり続けるというね。まあね、結構必要なことなのかなって思うんですよね。やっぱり有名 YouTuber さんとかは、今の玩具を悪くは言えませんから。だからね、もう本当にね、オタファさんとかの動画を見ても、やっぱオタファさんのね、中の意見は結構恐る出してるように見受けられますよね。多分言いたいことはほとんど言えないんだろうなと、思っちゃいますよね。だからもう僕みたいなね、末端な配信者が好き勝手にね、言わないと誰も言わなくなっちゃうから、まあね、僕のような、零細、零細配信者が、もう、思ったことをね、思ったまんま言わないと、やっぱ本当のことっていうのはね、書き消されてしまいますからね。まあそういう意味でスーパー戦隊が終わってしまった。そして村上音体が、奇跡に入られてね、しまったというのも一つの時代の節目なのかななんていうふうにね、ちょっと寂しい思いで眺めてみたりはしましたね。山中池さん、合体した名前が偉人の名前になってるとは珍しいですね。合体した名前が偉人の名前になってるとは珍しい。偉人の名前、なんだっけ
すいません、今頭が働いてないかも。何の話だ。ありがとうございます。ちょっと分かったら、ああ、そういうことかっていうことで言います。チアさん、コミケ、ホビー賞もかなり認知されるようにはなりましたよね。もう本当にね、有名なね、コスプレイヤーさんも、めちゃくちゃなんか、アイドル、元アイドルみたいな人とか、そういう人ね、あとは、その声優さんで結構ね、見てくれのいい声優さんとかが入ってきたりして、でね、結構こう、コスプレに市民権が出てきたじゃないですか。いや、もうあれもさ、なんか、金になるようになったら、もうなんかおめおめと出てくるじゃないですか。ああいうのもね、ふざけんなよってちょっと思いますよね。ほんのちょっと前まではね、白い目で見られてね、もう人権がないさ、にね、偽物みたいな感じで見られてね、いたのにね。で、嘲笑されてバカにされる対象だったのに、いつの間にかなんか自分たちも参加してますみたいなね、最初から参加してますみたいな面しているじゃないですか。ふざけんなって思いますよね。というちょっとね、意地悪なバッチさんがちょっと出てくるんですけど、でも結構それ本音ですよね、皆さんね。皆さんって言っちゃったらおかしいか。うん。結構そういう方もいらっしゃると思いますよね。そういうふうに思ってる方もね。僕ももっとね、もともと漫画家を目指してた時期がありましてですね。うん。で、漫画のサークルに入って、で、いろんな雑誌社にね、持ち込みとかやってたんですよ。で、一回ね、少年週刊チャンピオンで連載される先生のとこでね、アシスタントやったりして働いたりもしたことあって、で、そういう時期に結構ね、漫画サークルとかのおた友達つながりで、その当時のね、コミケにね、参加したこともあったりして、まだね今みたいな感じで市民権得られてなかった時代なんですけど、いやー、まあね、冷たかったですよー。もう、本当にね、電車を乗る前のね、冷たい視線ね。だけど、オタって結構もう、あれ、昔も今もね、楽しくなると、あの、見境がなくなっちゃうというか、うん、移動中にもね、結構、グッズ出しちゃったりしてさ、電車とかで。うん。で、結構ね、やっちゃうわけですよ。で、まあ、その時のね、周りのこの冷たい視線ね。ああ、もう、ありありと思い出せますよね。もう、本当に。近畿みたいな感じになってましたね。うん。もう見ちゃい、子供たちにあれ、あんなの見ちゃダメみたいな感じでね、こらって言われそうな感じの、まあ、ひどい扱いでした。うん。まあ、一回中入っちゃえばね、もうそこは別世界なんでいいんですけど、まあ、世間とのギャップはすごかったですよね。もうとてもじゃないですけども、その当時でね、もうそんな市民権なんかないですよ。ああ、もう、見せ物小屋です。うん。だね、今更すり寄られてもみたいなところはちょっとあるんですけどね。でもまあ、それでも、まあね、運営側からしたらね、でかくなれることなんで、ね、宣伝してくれるんだからいいじゃないかっていうふうに思うかもわかんないですけどね。ただのね、一参加者とか、ね、一オタとして、旗から見る限りでは、なんかちょっともやもやしちゃうなと、引っかかるななんていうふうには、ちょっと思っちゃいますよね。オトカメライダーセイバーさん、こんばんは。俺が体験記場さん、よろしくお願いします。タイムボカンシリーズのメカいいですね。メタルヒーローのカブタ君に登場しそうなメンバーですね。あ、男仮面ライダーセイバーさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。あ、確かにね、テイストはそうですね。本当にそんな感じだと思います。まあ、プラス僕なんかは、ロックマンに出てきそうな敵メカっていうか
そんな感じも見受けられて、なんかね、いろんなこう、要素ありますよね。可愛い系メカって感じでね。とっつきやすくていいですよね。とっても、なかなかいい世界観のロボだな、なんていうふうに思います。チアさん、意外な過去。ありがとうございます。僕の元漫画を目指していたという、そういうやつですね。ありがとうございます。一応そうだったんですよね。結構ね、そう、その当時やってて、週刊連載、その当時はもうね、今よりももっと、漫画がね、流星だった頃、だからもう本当に、なんだろう、ジャンプ、サンデー、マガジン、チャンピオンあたりの週刊少年誌系はね、もう、今の多分3倍、4倍売れてた頃なんで、まあ、すごかったですね。で、そこでね、持ち込み行って、編集さんの目にかけてもらって、賞レースに参加して、バイトで食いつなぎながら、ね、やるっていうのは結構大変なんですよね。持ち込み行くとね、そう、短編なんですよ。大体。で、16から32ページとかぐらいの短編の漫画なんですね。賞に持ってくやつって。だからね、それを1本書くんですけど、いや、あれね、ほんとね、気が遠くなるような作業量なんですよね、あれ漫画描くのって。だから、いや、たかだかたった34ページじゃんとか32ページじゃんとかって思うじゃないですか。あれね、ほんと、絶望的な作業量なんですよね。本当にね、寝る間を惜しんで書き続けなきゃ書けないぐらいの量なんですよ。でしかもね、それを出してもボツにされたりするんですよ。これ全然つまんないみたいなね。いやーもうね、心折れるなんてもんじゃないんすよ。あれね、好きじゃないとやってらんないなって思いますよね。で、しかも市民権ないし、もうね、馬車馬のように働かされるしね。で、それでね、まともに暮らせるようになる人なんていうものは、もう氷山の一角ですからね。プロになれる人も氷山の一角だし、プロの中で食えるようになる人もその中の氷山の一角なんですよ。いやーもうね、厳しい世界でしたよ。もうだからね、そう、短編持ち込み行って、本当に僕ね、運が良くて、そう、最初ジャンプとかサンデーに持ち込んでたんですよ。だね、もうね、本当に、なんだろう、人間扱いしてもらえなかったというか、本当に編集マンが、本当にクッソみたいなやつしかいなかったんですね。特にジャンプ。本当にもうね、あれからね、ジャンプ大嫌いになったぐらい。本当にクッソみたいなやつしかいなくて。あの、行くと、こういう僕みたいな増票はですね、アポイント取れないんですよ。だからもう、持ち込み行かせてくださいって言うと、その時に空いてる編集マンが、やるみたいな。だからその日によって違いますみたいなね。そういう感じなんですよ。だから、毎回毎回持ち込み行くと、毎回毎回別の編集マンが出てくるんですけど、僕らみたいなやつは、もう、なんだろう、ポーズなんですよね。ジャンプからすると。こんな奴らなんか才能がないに決まってるっていう風な決めつけが伺い知れるんですよ。だから愛が全くない。本当にないです。そんでもうね、こういうアポイント取れない漫画志望者の持ち込みはね、基本的にはもう入社1年目とかの、下っ端がですね、あの、担当を多分してるんですよ。で、多分そこの職場でいじめられてるんですよ。だからそのいじめのはけ口に、僕らみたいなやつをいじめることによって憂さ晴らししてるみたいな、
そんな感じの世界だったんですね。まあ、ひどかった、ひどかった。もう愛がなかったですね。ジャンプはほんと特に愛がなかった。まあ、サンデーはそこまでひどくはなかったですね。サンデーはそこまでひどくはなかったんですが、それでもね、やっぱりこう、冷たかったですよ。めちゃくちゃ。うん。もうね、うん。なんだろう。もう箸にも棒にも引っかかんないっていうか、でアドバイスもくれないし、面白いか面白くないかぐらいなことしか言わないんですよ。で、持ってってもね、本当に意味がないっていうか、何の意味もないことをただたださせられてるみたいな、そんな感じの印象を受けましたね。でね、チャンピオンで、あの、一回、賞レースに参加したときに、一回ね、賞はもらえなかったんですけど、次回頑張りましょうみたいな感じの、やつに選出されたことがあって、僕の作品が。でそういうのもあってか、チャンピオンに持ち込み行った時はね、若手じゃなくて、ベテランの編集マンに見てもらえたんですよ。そんで、そこで名刺もいただいて、で、その方に直接アポイント取れるようになって、で、その方に見ていただけるようになって、で、そこからね、ちゃんとね、アドバイスしてくれるんですよ。で、ここはいいけど、ここがダメみたいな。で、こういう風な見開きの使い方だと甘いとか、なんかそういう漫画のね、書き方とか、ノウハウみたいなのをね、その方に教えていただいて、で、それで、何本か書いて、持ち込んでるうちに、あの、新しく新規連載される漫画家さんのアシスタントの枠が1個空いたから、どうですかって言われて、じゃあぜひぜひなんつって。で、そのままバイトぶち切ってまあ、その後めちゃくちゃ怒られたけどそこから、週刊連載のね、アシスタントに入って仕事してみたいなのね、ちょっとやってた時期がありましたなんていうね、おじさんの昔話をね、好きあらば自分語りでねありがとうございます。まあちょっとね、ウォーミングアップがてらちょっとベラベラ喋ってしまいました。オトカメライダーセーバーさん、カブトンかっこいいと綺麗ですね。こちらね、前回やらせていただいて、めちゃめちゃいいですよね。もう子供に受けしやすそうな、間口の広そうなね、可愛らしさと、ね、この安心感のある五頭身と、ね、可愛らしい感じもありつつ、でもちゃんとかっこいいっていうね。そんで、金メッキとかも使われてるし、作りもちゃんとしてるから、豪華感もあるし、そしてギミックもめちゃめちゃあるというね。なんかこう、すごくいい要素はね、めちゃくちゃある玩具ですよね。豪華。とにかく今から考えると、今の時代から見ると、とにかくめちゃくちゃ豪華です、作りが。めちゃくちゃ力入れて作られたなっていうのがよくわかりますよね。チャーさん、未だにオタクな姉、自分に普通なサラリーマンな兄は冷たいっすよ。あ、チャーさんの兄弟間でもそういうあれがあるんだ。圧力というか、あれがあるんですね。差があるんですね。ね、あれ不思議ですよね。ロボ友ともよくね、話をしたりして思うことあるんですけど、まあ、オタクじゃないことはとりあえずさておいて、ロボット好きに、なる人とならない人っていうのがいるんですよね。同じ家庭で、同じように与えられたのに、全く興味がない人と、めちゃくちゃハマって、大人になっても、まだまだ執着のある人と分かれるんですよね。でも、同じ血を引いてるじゃないですか、兄弟で。で、同じ家庭環境で育ってるじゃないですか。
この差は一体何なんだろうなっていうのはね、結構思ったりしますよね。うん。ね、時代だってさほど変わらない時代で、ね、見てきたテレビとかもさほど変わらない。だからね、インプットされてる情報は割と近しいものじゃないですか、兄弟なんて。なのに、もうこうも差が出るっていうのは一体何なんだろうなっていうのはちょっと思いますよね。と、おとかめなだセーバーさん、漫画家が大変なのはドラえもんで知りました。まあ、あの頃ね、藤子不二雄先生とかね、あの、ああいう世界の人はもう、ちょっと僕なんか、もうちゃんちゃらおかしいぐらいの、本当に人の生活してないレベルだったと思うんで、でも比べることは全く失礼になるんでできないですけど、まあそうですね。結構大変でした。うん。いやでもね、うん、非日常な世界だったので、楽しいは楽しかったですね。めちゃくちゃな人ばっかりだったからね。でも僕、結構ね、チャンピオンで、先生にね、アシスタントについてた時の先生についてって、パーティーにね、秋田書店のパーティーにね、一緒に連れてってもらったり、あとね、そのね、僕がついてた、先生が、トライガンとか、まあ、ご存知かな、トライガンとかね、いう、漫画があるんですよ。あとは、ドリフターズとか。で、そういうのを書かれてらっしゃる内藤さん先生のお友達なんだんですね。だから、ね、その方に焼肉をおごってもらったりしたこともあったりしてで、その時のね、話を聞かせてもらったり、うん、なかなかね、面白い世界でした。大変でしたけどね。もう本当にね、あの、連載始まる前って7本くらい書き溜めをしないと連載できないんですよ。7本書き溜めるって結構すごいことなんですね。うん、だからね、しかも、あの、漫画家さんって個人事業主なんですよ。だから、お金が借りられないんですね、銀行とかで。信用がないから。だけど、7本書き溜めを作っておかないと、連載もできないんですよ。だけど、7本書いてるうちっていうのは無収入なんですね。で、1人では書けないんですよ。7本も、そんな短期間では。だから、どうしてもアシスタントが必要なんですよ。でも、アシスタント雇うと、本当ビビたる、お金しか出ないんですけど、それでもお金払わないとダメじゃないですか。ってなると、ね、その部屋代、割と少し大きめの部屋が必要なんですね。一人暮らしの部屋じゃなくて、もうちょいね、3人ぐらいで住めるような部屋を借りないと、スタジオにできないんで、そうするとね、家賃もかかるし、でね、アシスタント代もかかるし、無収入だし、でね、それがね、3ヶ月ぐらいあるんで、じゃどうすんのって言ったら、その出版社から金借りるんですよ。で当然それは連載しながら返さなきゃいけないですね。で借金して漫画を作んないといけないですね。で、その時期に僕が入ったんですよ。だからもう、とにかく、もうそのね、時間を短縮したいっていうことで、まあね、地獄みたいな本当にね、地獄みたいな職場環境でしたよ。まあ、大変だった。もうね、人間のね、憎悪と、あらゆる負の感情のるつぼのようなね、ところでしたね。うん。まあでも、なかなか、面白い世界でした。チャーさん。
昔はトーンにベタ塗り、エトセトラ、同人誌書いていた姉の影を見ていて、締め切り前とか尋常じゃなかったです。ただ、イベントの当日の姉は別人のようにキラキラしてました。あ、そうなんですね。チャーさんのお姉ちゃんは、あれなんですね、同人誌を書かれてた方なんですね。おー、いいですね。素晴らしい。僕もね、同人誌のお手伝いしたことあります。その漫画サークルのね、友達が同人誌書いてて、で、それのね、もう間に合わないから助けてくれって言われて、しょうがないから、助けに入ってアシスタントやったりもしてましたね。うん。僕自身はね、ちょっと、書いてなかったんですけど、友達のお手伝いはしました。あれもね、なかなかね、うん。やっぱりこう自分で売りさばいて、買ってくれる人がいると嬉しいんですよね。うん。やっぱりこう目の前で自分の書いたものをちゃんとお金払って、買っても読んでくれるっていう、それ自身がね、すごく尊いことというかね、なんか、人格を認められたみたいなね。そういう感じですよね。もう当時なんて、本当にね、漫画家とか、アニメーターとか、声優とか、もうそんなのね、人権なかったから。もうね、周りからこんなにね、人を人としてね、扱ってもらえない世界だったから、そんな中において自分の作った作品を金払って買ってくれるなんて、こんなすごいことはないんですよね。今はそんなにひどくはないと思いますけど、むしろ結構尊敬を集めるレベルかもしれないですけどね。昔はそんな感じでしたね。だから、ジャーさんのお姉ちゃんはね、本当に、素晴らしい経験をなさっていらっしゃったのかな、なんていうふうに思います。フォトカメラダセーバーさん、俺方研究所さんの大変な歴史を教えてくれてありがとうございます。ありがとうございます。全然大変じゃないです。大したことない。もう本当に、クソみたいな人生を歩んでますので、人様にね、自慢できるようなものはないんですけれども、全く。ただね、こうやっておもちゃでね、いろいろこう毎週、遊んでですね、皆さんとこうやってね、集まっていただけるっていうね、そういう環境を持たせていただいたことがね、非常にありがたいと思っております。皆さんに、大変感謝しております。ありがとうございます。さあ、ということでですね、ちょっと温まってきましたので、そろそろちょっと本題に進んでいきたいかな、なんていうふうに思います。さてさて、今回はね、ちょっと一旦、クワガッタンの方をね、先にやらせていただきたいなと思います。さあ、ということで、ちょっとここからね、タイトルコールなんかもしながらやっていきたいと思います。さあ、今回ご紹介するのはこちら。タイムボカン、24から、ボカンメカ、クワガタン、デラックス、クワガタンだイェイということで、こちら、クワガタの方を、レビューしていきたいと思います。ね。こちらは、前回ね、ご紹介させていただきましたね。メカブトンの、メカブトンに続く、第2弾の、はい、ロボメカということでですね、出ました。こちらのね、タイムボカンシリーズの、メインどころですよね。メインどころのメカになっております。はい、前回はクワガタモチーフのメカだったんですけど、今回は、クワガタじゃない、カブトムシモチーフのメカだったんですけど、今回はクワガタですね、それに対する。ちょっとね、ここの足のカバーがちょっと外れやすい。なかなかね、前回のメカブトンの時も言ったんですけども、すごくね、作りが豪華でしっかりしてるんですよね。デラックスの名にふさわしいというか、オールプラなんですけど、チャチいところがね、ないんですよ。
しっかり作られててね、肉抜きらしい肉抜きっていうのもね、この足の裏ぐらいにしかなくて、本当にね、ギミックびっしりっていう感じ。だからもう、なんだろうな、その豪華感がね、すごいですね。だからこれね、本当に、子供の時に出会ってたら、本当に大好きになってたと思います。ね、それぐらい、非常にね、作りが非常に細かいし、あとね、結構、虫ロボとして、正当にかっこいいですね。ちょっとせっかくなので、メカブトンとも一緒に並べてみたいと思います。やっぱりね、虫ロボなんで。こんな感じでね、変形させていくんですけど、まあね、変形工程もね、結構、凝ってる感じで、決してね、簡単すぎないところが、すごくいいですよね。今とかの時代だと結構そのネタだけ変形とかが多いので、変形しただけすごいでしょみたいな扱いをされるじゃないですか。そういうのに比べるとね、この凝った変形っていうことだけでもすごく好感持てますよね。またね、こういう結構可愛い系のロボなんですけど、ちゃんとね、武器も含めて余剰パーツないんですよ。ここも好感持てますよね。こういうところまでしっかり作り込まれてるよね。で、こちら、クワガッタも実はそう、武器も含めて余剰パーツゼロということになっております。はい、こちらが前回ご紹介しましたクワガッタじゃなくて、メカブトンですね。はい。こんな感じでね、はい、こんな感じで。ちょっとね、ボールジョイントがね、かなり下手っちゃってるので、それまだね、調整しきれてないもんですから、こう、くにゃっとなっちゃうんですけど、こんな感じにしておきましょうか。はい。おー、いいですね。虫対虫。うん。あ、すごくいい。で、結構ね、かっこいいですよね。すごく。うん。このメカブトンは前回も言いましたけど、非常にこうクリアパーツなんかもね、しっかり使われていて、すごくね、作りが豪華だったんですけれども、こちらのね、クワガッタに関しては、クリアパーツとかはないんですけれども、それでなくてもね、こういったところに電動ギミックがこう今から仕込まれてるんですよね。だね、この作りの良さと、あとね、ギミック。このギミックも、搭載されてる。その豪華さっていうのは本当にね、素晴らしいものがあると思います。一旦1号ロボははけておきまして。さあ、というのが、クワガタモードでの、はい、一通りのレビューかなと思います。で、ここからさらに変形させてロボモードにしていきたいと思います。ちょっとね、これがね、耐えられないんですね、体重にね。パカってなっちゃう。ちょっともうちょいこれ渋くするべきですね、このジョイントね。さあ、ここから変形させていきたいと思います。まずはですね、この上の、はい、メカを取り外します。
はい、こちらを取り外しまして、はい、そうしましたら、こちらですね、頭部、はい、こちらを取り外します。で、左右に分割して、こちらは後で使います。はい、そうしましたら、この下にですね、武器が仕込まれております。で、これも後で持たせます。はい、そうしましたら、次はですね、ここ、後ろの部分を、はい、外れない。よあ、外れた。取り外します。取り外します。はい。はい。そうしましたら、こちらですね。取り外しました、こちらの後ろパーツ。これ、足を基部ごと下に持ってきまして、で、足を曲げます。こちらも足を曲げますと。これでいいんだよね。はい。はい。そうしましたら、これを倒しますと、これで足パーツになります。はい。反対側も同様ですね。はい。基部パーツごと下に回して、足を曲げると。そうしましたら、つま先を折ると。はい。これで足パーツになります。そうしましたら、上半身ですね。こちら、目玉を倒しまして、で、そのまんま、頭部を、あれ、下ろしておきます。あれあ、こうか。失礼。目玉を折るんだ。目玉を折って中に格納して、こちらに、よいしょ。はい。折り込んでおきます。で、そうしましたら、腕を回して、こうか。回します。で、カバーを、はい、外して腕にいたします。あれ、これでいいんだよね。少々お待ちください。うん。合ってる。うん。これの収まりがあんまり良くないのはなんで？あ、いけた。あ、いきました。はい。と、ここまで来ましたら、今度はね、ここのパーツに足パーツをドッキングします。合体。こちらも合体。おー。さあ、これでボディが完成いたしました。はい。そうしましたら、はい。こちらの方から、このジョイントを展開いたしまして、で、こうですね。この角が、なんと、こっち側に倒れます。
はい、こういう状態にいたしまして、腕に合体。はい、こちらも同様ですね。ジョイントを出して、合体。よっ。はい。そして、先ほどの銃を持たせます。その上で、先ほど取り外しました、こちらのメカですね。はい、このメカを折りたたんで、角をぐるっと回転させて、ここ好き。ここのブレードを上に展開すれば、はい、頭部になります。さあ、そして、こちらが合体。さあ、これで完成。クワガタンだ、イェイ。おー、完成いたしました。クワガタン、ロボットモード。おー、めちゃくちゃかっこいいですね。なんか、オモロイドみたいな感じちょっとありますよね。オモロイド的なかっこよさ。おー。うん、なかなかね、安定のかっこよさというか、それと、破綻がないですよね。うん。とってもしっかり変形してるし、すごくロボとしてもね、まとまりよくてかっこいい、はい、ロボだなって思います。で、こちらはですね、まあ、1号ロボのメカブトンは、ライト&サウンドギミックが、はい、搭載されていたと思うんですけれども、なんとこちらのクワガタはですね、電動アクションギミックを備えております。でこれがですね、このように手を広げてやると、こちらがですね、いや、硬い。ちょっとバネがね、もう硬くなっちゃってますね。あ、できた。ほぐれました。はい。こちらの方で、スイッチを入れると、はい、こんな感じで、一発で爪がこうパコンと展開するギミックがあります。せーの。あ、これです。シャコンと。という遊びもありつつ、この状態で、ここにスイッチがあるんですけど、これをね、これドラゴンモードとビークルロボモードっていうのがあるんですけど、これスイッチをこっち側に入れておきます。はい。その上で、ここのボタンを押すことによって、それ。あれ、遅い。あれ、こんなに遅い？ありゃ、なんか、間違えてるいけるいけるいける。いけいけ、頑張れ。頑張れ頑張れ。あれだんだんスピードが上がってきた。はい。というような形でですね、ちょっとなんかね、引っかかってる感じで、周りが悪かったんですけど、こんな感じで電動アクションで回転をするという
はい、驚きのギミックを持っております。ね、こういう感じで、結構、メカブトンもそうだったんですけど、楽しいギミックがありますね。うん。ギミック的に非常に楽しい。そしてね、下半身は全く動かないんですけど、腕はね、結構ボールジョイントで、ここのジョイントでスイングできるのと、肩のね、スイングもあるので、脇を広げたりすることもできるし、でまたね、結構いろんなところ張り出てて、けれん味のある、デザインをしてるので、非常にこう、かっこいいですね。ロボットとして正当にかっこいい感じがします。うん。2号ロボでも、すごくかっこいい2号ロボって感じがしますよね。で下手したらちょっとね、主役を食っちゃう、1号ロボのね、メカ布団を食っちゃうぐらい、なんかこう結構かっこいい感じの、2号ロボになってるかなと思います。ね。で、これ武器はね、この剣ですよね。剣というか、クロー、ファンブレードか。ファンブレードってね、爪、クローですよね。それと、射撃型武器が付属しております。なのでね、この2種類の武器を持っているし、さらにこの2種類の武器はクワガタモードの時にもあまりパーツなしでできるっていうのもすごく素晴らしい点ですね。うん。だから本当に子供が遊ぶのにちょうどいいって感じがします。はい。そしてですね、ここの、クワガッタン。このクワガッタンには、今回はですね、こちらを、母艦ドッキングさせていきたいと思います。さあ、今回はこちら、ドドン。セミト分。こちらの方の母艦合体をしていきたいと思います。このね、母艦メカは、合体パターンとして、ロボに合体するパターンと、虫モードの時に合体するパターンがあるんですね。今回はちょっとセミト分で合体させていきたいと思います。その前に、コメントいただいてますね。チアンさん、1号ロボがカブトムシ、2号ロボがクワガタ、安心感たるや。本当ですね。もうまんま、そのまんま、子供たちが大好きなっていうね。また、タイムボカンシリーズの中でもね、メカブトンとクワガッタンってのは結構メインどころのね、キャラだったりするので、そういう意味でも、なかなか安心感がありますよね。ケイタさん、クワガッタンもいいな。安い答え探しに行くか。ぜひぜひ。クワガッタンめちゃくちゃかっこいいっすよ。メカブトンも、すごくね、主人公メカ的な感じでかっこよかったですけど、クワガッタンもね、すごくかっこいいっす。なんかね、別種類のかっこよさって感じしますよね、ロボとして。ちょっとね、並べたい。一緒に並べたいので、今パパッと変形させちゃいますね。だからそういう意味ではね、ぜひ、もうね、ぜひぜひ集められた方がいいかなって、せっかくね、お持ちだったら、またね、子供たち結構、好きな子にはね、すごくハマるような気がします。うん。だからね、これ、もう、まあ多分ね、うちの子はもうね、終わっちゃったというかそういうシーズンが終わってしまったので、あれなんですけど、でもね、結構なんだっけ、虫人でしたっけ
虫に、なんか、前、結構早めにシリーズが終わっちゃったね、やつがあったんですけど、玩具でね、いろんな、虫型の、忍者型、虫型、ロボというかキャラが、いて、で、そいつがね、忍者屋敷とかをメインにギミックでね、こう結構遊べる玩具みたいなのがあったんですけど、そういうのが結構好きっていう風に言ってたんですよね。なんで、そう考えたらこのロボで虫で結構テイストも似てて上質でかっこいいってなったら、やっぱこのね、タイムボカンシリーズもしかしたらうちの子も、あるいは、ハマってくれたのかななんていうふうに思いますね。まあ、僕がね、手に入れたのはそこからはるか先なんで、もう手に入れた頃には、うちの子供はもう、おもちゃからね、の世界からいなくなっちゃってくれたんで、時すでに遅しだったんですけれども、うん。まあ、ケイタさんのね、お子さんは、まだまだもしかしたらね、興味ある真っ盛りなのかもしれないですから、結構、おすすめしてみたら、意外とハマるのかもわかんないですね。これね、やっぱ可愛い系って、やっぱ食いつきいいですよね。おとかめなだセバさん、クワガッタマスコットキャラに見えますね。ああ、まあね。確かに確かに。結構このね、ご頭身というか、ね、こういう親しみやすい頭身とね、可愛らしい感じと、ね、大きな頭とって感じ。結構このスタイルってすごくいいですよね。純 SD というか。これがね、マスコット的ですごく、親しみやすくて、いいデザインだなって思います。えっと、チャーさん、2号ロボがゴーグルフェイスなのが熱いな。まあ確かにそうですね。こっちがツインアイでゴーグルっていう違いもあるし、ゴーグルのロボって結構ね、昔っていうか僕らの子供の頃は結構ゴーグルのタイプの顔のロボって結構多かったんで、まあ、僕なんかはね、かなり親しみがあるんですよね、このゴーグル型のロボ。だからそれがね、すごく、このね、1号ロボのかっこよさも相まって、またね、このクワガッタンの、このね、ケレン味のあるデザインも相まってね、すごくいい味になってますよね。僕はね、初見、おもろいどって思った。おもろいどだなって思っちゃいましたけど、大河原先生って思いましたけど、そんな感じのね、すごく良さっていうかね、日本伝統の良さみたいなのがありますね。と、ケイタさん、コメカがヘッドパーツになるのもいいな。ね、この、メカブトンの方では、テントウムシ型のね、ちっこいメカみたいなのは付属しなかったんですけど、この2号ロボのね、クワガッタンの方には、その要素がくっついてきてくれたので、なんかタイムボカンのね、このイメージ回収という意味では、非常にいい、ギミックだなって思います。オトカメラダセイバーさん、クワガッタンロボットモードかっこいいですね。コミカルアニメの主役に見えますね。もうね、ほんとそうです。もう、タイムボカンのね、24の、まあ、第2の主役ロボみたいな感じですからね。すごくね、あの、優遇されてるというか、非常にね、作りも細かいし、かっこいいく作られてるので、非常にいいと思います。またね、1号ロボと同じ、この、母艦合体ギミックもあるんで、コスプレ合体ギミックが。これもね、すごく、いいところですよね。1号ロボと同じギミックが共通してあるっていうね、全然デザインが違うのに。これがすごくいいなって思います。チャーさん、メンテナンススプレーが必要かもですね。そうですね。
しばらくやってないと、やっぱバネのギミックってちょっと硬くなるんですよね。カチッ、ガチ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 って変な音が鳴ってたんで。怖い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 と思いながら。ということで、ちょっとね、このセミト分の方を合体させていきたいと思います。はい、今回合体させるのはこちら。ね、母艦メカセミト分です。ね、こちらはオプションメカ、数あるオプションメカの中の1個って感じですね。うん。これ申し訳ございません。先ほども、言ってます通り、ちょっとね、電池がまだ入ってないもので、ちょっとね、電池による、音声ギミックはちょっと一回、飛ばさせていただければなと思います。これね、セミ型メカとして非常に、しっかり作られてますよね、これも。ね。まあ、前回の8ブルーンの時もそうだったんですけれども、この無心状態、この無視状態のマシンモードの時に、しっかりとこのね、作りが細かく作られてるっていうのは、すごくこの豪華感があるというか、満足感がすごいありますね。これはね、1体持ってると、うん、すごく所有欲を満たされる感じします。特に子供なんかはそうだと思います。ちょっと入れてみますか。せっかくね、電池用意したんで、ちょっとごめんなさい。今ね、ドライバー取ってきますね。すいません。ちょっとね、今入れちゃいます。ね。前回もね、ちょっと音声ギミック、あれしちゃったんで、飛ばしちゃったんで、今回はね、1個ぐらいは、ちょっと音声ギミック入れた方がいいですね。よっ。せっかく電池を用意したんで。もうね、このね、配信やる前にやっときゃいいんですけど、なかなかね、準備する時間もなくて。よ。ちょっと今、電池を入れてしまいます。よいしょ。こんな感じで、サクサクっと。電池を入れることができましたよと。はい。ということでですね、フライングで鳴ってしまいましたが、はい。これで電池を入れることができました。ちょっと音鳴らしてみたいと思います。はい。この単品の状態で、はい、というね、3種類ぐらいの音声が入っております。ね、これだけでも結構、すげえって思いますよね。単品で、オプションメカ単品でこれだけちゃんとね、ギミックがあるっていうのはすごくいいなと思います。はい。ということでね、単品では、非常に作りが良くて、しかも音声ギミックも搭載している豪華なオプションメカっていう感じですね。で、これがメインのロボットたちと合体することで、コスプレ合体ができますので、ちょっとやってみたいと思います。まずはですね、こちら、羽のユニットを取り外します。はい。そうしましたら、こちら、後ろですね。後ろの、こちら。はい。身の部分、ボディの部分取り外します。で、そうしましたら、あとはこちら。
足ですね。足を取り外して、で、頭部。それと、あとこちらですね。ここも取り外します。こんな感じでばらします。はい、そうしましたら、こちらから変形させていきます。どうしようかな。先にメカ布団に合体させてみたいと思います。ね。せっかくなんで、主人公メカに合体させてみましょう。はい、まずは、こちら、後ろですね。こちら、ボディパーツ、こちらをですね、こういう風に展開しまして、このジョイントパーツを起こすと、なんとこちら、電電太鼓になるんですね。で、この電電太鼓を背面のジョイントにドッキングすると。はい。はい、そして、こちら、剣は取り外して、で、前回同様ですね、メカ布団の時の頭部、こちらは余剰パーツです。で、こちらの方を展開しますと、これがね、バチになるんですね、太鼓の。なので、このバチの方を持たせます。で、こちらの、はい、ブレストパーツもこちら余剰パーツになります。はい、そうしましたら、セミ。こちらの方は、羽を畳みますと、こちらでボディパーツになります。で、こちらの方は、頭部を起こしまし、クランクで起こしまして、で、ここを持ち上げると、はい。なんと頭部になります。では、こちらを合体させます。ヘッド、オン。で、ボディパーツをセット。さあ、これで完成。メカ布団、雷用だイェイ。ちょっと音を鳴らしてみたいと思います。あれなんない。んスイッチが切れてるのか。失礼。スイッチがおりょあれなかなか音声ギミックがちゃんと作動しない。おかしいな。あ、来た。はい、という感じで、3種類ですね。
3種類の音声が入っています。というコスプレドッキングができました。ね、前回の、はい、8ブルーの時には、海賊王ですね。海賊王にコスプレドッキングできたんですけど、今回は雷王ですね。雷様に、はい、変形合体しました。なかなか面白いですよね。うん。虎のパンツで、ね、ボディーパーツがね、ちゃんとこう、ね、シックスパックにデベソっていうね、ちゃんとデベソもあるんですよ、ほら、ここに。うん、なかなかね、可愛い感じの、はい、合体をするなっていう感じですね。顔もね、ふざけた合体、変形、合体の割にはね、顔ね、ちゃんとかっこいいんですよね。ここら辺もなかなかね、憎らしいなっていうところあります。またちゃんとね、クリアパーツで作られてるので、だってね、ちゃんと光るんですよね。これもすごくいい。またね、こちら、後ろのこのスピーカーユニットというか、電電代行。こちら取り外しまして、こんな風にまとめてですね。で、これをバチに刺して、で、こちらを取り付けて、はい。これでね、ハンマーとして持たせることも可能ですね。うん。で、こういう風にすると、先ほどのね、余っちゃっていた、この外したブレストパーツね、これ、こう、背中に取り付けることができます。これ前回もね、やりました。よ。ただね、これ片側しかできないんで、ちょっと俺アレンジというかね、うん、なんですけど、で、またね、こちらが、なんとか、ここか。こっちだ。ここにね、こうやって取り付けられます。こんな感じでね、剣も取り付けられるので、はい、頭部以外は、余剰パーツをね、取り付けてコスプレ合体することもできるんですよね。うん。これがね、どっかに収まってくれたらいいんですけど、なかなかね、今のところいい収まりポイントが見つからないんですよね。こういうところにこうやって収まってくれたらいいんだけど、ちょっともう固定は難しそうですね。ちょっとむずい。はい。ということで、こちらがメカブトンの雷王ですね。これをクワガッタンの方にコンバートして合体させてみたいと思います。今度はこちら側に雷王を合体させていきたいと思います。まずはクワガッタン、頭部を取り外します。はい、そうしましたら、バチユニットを持たせて、で、どうやらですね、これ、クワガッタンは背中側に、ドッキングジョイントがないんですよね。なので、多分、電電太鼓は背中には背負えないので、最初からハンマーとして持たせましょう。そして、こちらの電電太鼓、ボディパーツの方を取り付けまして、お、ちょっと声が変わった？あれ？ちょっと鳴らしてみます。
なんか、ちょっと合体した時に、の音声がちょっと違ってましたね。ああ、これ、あれですね。メカブトンの時と音声が変わるんだ。へえ、めちゃめちゃ凝ってますね。すげえ。はい。メカブトンとはまたちょっと違う音声が鳴ってくれます。で、ちなみにね、ここら辺は余剰パーツになります。まあ、こいつに関してはね、はい、ミニメカとして、はい、外しておけばいいかなと思います。あと、こいつですよね。こいつが、普通にできる。普通にここに背負うことできますね。うん。問題ない。これを収めたらどう？うん。ここにセットできます。なるほど。ということで、おー、これで完成。クワガタン、雷よだ、イエイ。これ、すげえいいぞ。なんか、この色合い的に、メカブトンよりもこっちの方が、クワガッタンの方が合ってるかも。いいですね、これ。雷王。クワガッタン雷王、結構、かなりいいぞ。かっこいい。で、前回の海賊王を合体させてみましょう。前回の海賊王をはい。海賊王。ということで、こちらはコスプレドッキング海賊王ですね。おーおーこれで2大コスプレ合体ができました。やったーかっこいいですね。うん。なんか、おふざけ系ロボなんですけど、ちゃんとね、バリエーション合体させてもかっこいい路線は維持してるっていうのは、なかなかバランス感覚としていいですよね。うん。なんだろう。こういうね、なんかこう、シャレの効いてる感じの合体になってるんですけど、うん。普通にロボとしてちゃんとかっこいいですね。はあはあはあ、これは素晴らしい。そんでね、2号ロボも同じように1号ロボとデザイン、企画が共通してるというかね、合体の企画が共通してるんで、うん、例えばね、第1弾の時に、このね、オプションメカを持っている、買った、あの、買ったものがあったとしても、このね、追加ロボも合体できるってね、両方使い回せて、いろんなバリエーションで合体できるっていうのは、めちゃくちゃいいですよね。買った甲斐があったみたいな。買ったオプションメカが全然無駄にならないというかね。うん。この仕様は素晴らしいですね。この、なんだろう。ガオレンジャー的な感じ。これはすごくいいと思います。またね、すべてのオプションメカに、音声ギミックがついてるっていうのも素晴らしいですよね。めちゃめちゃいいと思います。
コメントいただいてますね。チワさん、ディバイディングドライバー。こいつね、こいつね。あ、こいつね、こいつね。ディバイディングドライバー。確かに。こいつはゴルディオンハンマーっぽい。何でもガオガイガーにしたくなってしまうというね、悪い癖が。オトカメラダセイバさん、特撮ヒーローやアニメの昆虫の中心が、カブトムシ、クワガタと感じます。あ、確かに確かに。まあね、カブトムシ、クワガタはもう鉄板ですからね。うん。雷飛分の、衝撃のタイプですね。あ、確かにね。あ、なるほど。そういうことですね。うん。チアさん。同じ黄色系の武装合体なのに、色味が違うのが面白い。ああ、確かに確かに。こちらのね、あの、こちらの黄色とこちらの黄色で、ちょっとね、だいぶ、色味が違って、こっちがね、明るくて鮮やかな黄色なんですね。で、こっちの方が若干オレンジっぽい、オレンジがかった黄色なんで、確かにね、うん、同じ黄色タイプですけど、印象は全然違いますよね。うん、確かにそう言われてみればっていう感じですね。確かに。さあ、そしてですね、ちょっと他の母艦メカもあるんですが、まずね、先にメインディッシュのですね、母艦ドッキング、スーパー母艦ドッキングをやっていきたいと思います。ちょっとね、一旦こちらを外してしまいましょう。一旦こちらを取り外して、というね、ちゃんとこう、音声ギミックが入ってくれてるというね、素晴らしさ。これ結構かっこいいですね、これ。雷様、雷王。かなり気に入りました。一旦置いておいて、はい。ここから、なんと、この2体を合体させたいと思います。イェイ！おー、スーパー合体ですね。はい、こちらのスーパー合体になります。ここから、2体を合体させて、ボカンドラゴンですね。こちらの方を、ドッキングさせていきたいと思います。このね、なんと、こんなに盛りだくさんだった、はい、この2体のロボが、なんと今度は強化合体してしまうというね。いやー、こんなね、面白メカなのに、ギミックがすごいんですよね。ライト&サウンドギミックもあり、ね、変形、ちゃんとした変形ギミックもあり、電動ギミックもあり、で、しかもね、連動する、ね、オプション合体ギミックもあり、その上さらにスーパー合体しちゃうってね、これ素晴らしいですよね。ということで、ちょっとやっていきたいと思います。まずは、メカブトン。こいつは、プレストパーツ取り外す。
で、その上で一旦無視モードの方に戻し変形をしていきます。はい、こんな感じですね。で、足をですね、今度はこんな感じに、おっと、こんな感じに開いていくんですね、今度は。こんな感じに開きまして、はい、こういう形にしておきます。で、そうしましたら、羽を下ろす。羽を下ろす前に剣をしまっておきましょう。剣はいいのか。羽を下ろします。で、腕はこのまんまでいいのか。腕はこの状態。意外とこの足がね、外れやすいのがちょっとたまに傷なんですよね。はい、こんな感じにしておきます。はい、これでメカ布団の合体準備は完成。で、ここに、お次はですね、はい、クワガッタの銃ですね。この銃パーツに、はい、今度はですね、メカ布団のソードパーツですね。これをここにはめます。こんな感じで合体させます。で、そうしましたら、この上の角、こちら取り外して、で、これを、こちら側か。ここに、はい、こんな感じでセットします。で、こうしましたら、これが尻尾になるんですね。で、この尻尾パーツを、はい、メカブトのこの足のジョイントに固定します。いい感じにできました。はい、そうしましたら、次は、クワガッタンですね。クワガッタンは頭部パーツ取り外しまして、で、こちらのクローパーツ取り外します。で、足パーツも取り外します。で、まずは、足パーツですね。はい、この足パーツを、伸ばして、爪も伸ばすと、足を伸ばすと、こういう感じになりますので、はい、この状態で腕に合体します。なんとこれが爪になるんですね。こちらも足を伸ばして、つま先を伸ばして、で、これで爪モードになるわけですね。で、メカブトンに合体させます。合体。なかなか強烈な武器モードになりました。はい、そうしましたら、今度ボディパーツですね。このボディパーツは、はい、腕にこのようにしましたら、今度ね、なんとロボの時は実はここがジョイントだったんですけど、ここからぐいっと肩を跳ね上げます。で、
肩をここの穴にジョイントして固定。で、腕をここで左右でロックですね。で、その際にこれ内側に向けるのか。で、ここでロックします。こういう感じですね。はい。こんな感じでロックします。うん。そうしましたら、お次、こちらですね。この爪パーツを、展開しましたら、なんと、このクローを分解すると、3つに分かれるんですね。うん。はい。そうしましたら、このパーツを、こちらの腕のこのジョイントに接続。せーの。あ、くっつかない。せーの。よいしょ。はい。くっつきました。こんな感じでやると、このクローパーツがなんとウィングになるんですね。ドラゴンのウィングになります。はい。こちらも同様に、はい、展開しまして、腕に取り付けるとこちらがウィングになります。逆かこれ。あ、逆だ。これ左右ありますね。こっちだ。失礼いたしました。はい。こんな感じになります。はい。そうしましたら、はい。こちらの、兜の角ですね。頭部パーツ。この頭部パーツが、この手のここのジョイントに取り付きますので、合体させます。せーの、合体。こうか。はい、こんな感じで合体します。そうしましたら、はい、クワガタの頭部ですね。この頭部を隠しまし、顔を隠して、ウイングを上に跳ね上げると、はい、ドラゴンモードの頭部になるんですね。ちゃんと口も開きます。このドラゴンの頭部を、こちらのカブトムシの角の方にぶっ刺します。おー。さあ、そしてこのユニット自体を、今度はクワガタの方に、ネカブトンの方に合体。さあ、これで完成。ボカンドラゴンだ、イエイ。おー、合体いたしました。なかなか面白い形態ですね。ドラゴンモード。しかもかなりでかいですね、これ。おー、特殊な強化合体ですね。うん。でもなかなか面白い。こんな感じの、はい、強化形態になります。合体して、ロボじゃなくて、ね、ドラゴンになるってところが、なんかひねりが効いてますよね。うん。それがなんかこう、タイムボカンっぽいというか、
っていうところなのかもしれないですね。うん。また、ちょっと僕はね、正直ね、持ってないんですけれども、実はこのタイムボカン、24って3号ロボがいまして、これがね、ゴーカブトンっていう3号ロボがいます。まあ、1号ロボの強化枠というか、リデコ枠というか、白いメカブトンがいるんですね。で、これがゴーカブトンって言うんですけど、このゴーカブトンも、これ、実は後ろに乗ることができるんですよ。登場モードができて、3体合体するボカンドラゴンライドモードっていうのがあって、これが、いわゆる、あの、タイムボカンシリーズ、タイムボカン24のこのシリーズの、まあ、最終強化合体というか、3体で最強のボカンドッキングっていうのがそれでできるんですよね。でこのゴーカブトンね、持ってないんですよ、僕。なので、ちょっとそれを全部合体した全合体モードっていうのがね、ちょっと実現できてないのが非常に悔しいのですけれども、うん。そういう状態になったら、このね、ドラゴンモードが変な話に、10レンジャーでいうところのキングブラキオン的な感じになって、後ろに乗っかって最強合体、究極メカブトンみたいな、そんな感じの強化合体だって言われると、すごくね、なんかこう、腑に落ちるというか、納得がいく感じがするんですよね。なのでね、ぜひちょっとね、今後、豪華布団の方を、はい、ちょっと手に入れてね、最強強化形態っていうのをやりたいなと思うんですけど、はい、その前にね、この強化形態の、このボカンドラゴン、ここまでできるっていうのは、すごく素晴らしいですね。はい、また、このボカンドラゴン合体ができるだけじゃなくてですね、もう一つ、特別なギミックがあります。すいません、ここ爪、こうすんの忘れてた。よいしょ。すいません。正しくはこうでした。おー、でもかっこいいですね。うん。なかなかかっこいい。で、この状態でもう一個ギミックがありまして、ここのスイッチをドラゴンモードにしますと、なんと、はい、こんな感じで、ドラゴンが電動走行するんですね。ちょっとこれ下布なんでなかなかちゃんと滑りよく走ってくれないんですけど、はい。なんと、電動ギミック搭載してます。これ面白いですね。おー。という、こういうね、遊びもあるんですね。だからすごい、めちゃめちゃ豪華。で、後ろにね、もし豪華布団が乗れたら、その豪華布団にコスプレドッキングみたいなのをして、他のね、なんか、母艦メカと組み合わせてもまた面白いかもしれないですね。うん。まあ、それとですね、ちょっとやりたかったのがありまして、はい。この、まあ、先ほどありました、このオケドリラー。
これ、実はですね、これ、メカブトンの、カブトモードと合体して、ドリルに、することができるやつなんですよね。うん。オケドリラー。で、こいつ、若干ドラゴンもマシンモードみたいな感じじゃないですか。だから、このドラゴンにこのオケドリラ合体できんじゃないかなと思ってまして、ちょっとそれをやりたいなと思います。ここからちょっとした俺合体。まずですね、オケドリラ。このお尻のパーツ外します。そしたら、後部と、はい、足を取り外します。その中にドリルが仕込まれております。こんな感じでパーツばらすことができます。後ほどね、ちゃんとあれにも合体、メカブトンにも合体させたいなと思います。とりあえず一旦ね。で、こちらですね。こちらを、腕をですね、こう回転させて、で、こうですね。で、こうして、ここにアタッチ。すると、これがね、キャタピラパーツになります。こちらも同様ですね。このように展開するとキャタピラになります。そんで、こちら、ボディパーツのここにお尻のパーツをセット。で、ここにちょっと強化合体していきたいんですけど、まずはですね、ここに、逆か。よんここに、よいしょ。はい。ドリルをセットします。何気にここってなんかジョイントむき出しだったのが収まり悪かったんですよね。なんでなんかドリルつけたいな、なんかパーツつけたいなと思ってたので、これドリルつけるのってすごく良くないですか？それと、こちらですね。こちらに、このパーツがはまるんですが、これ、上向いてるとダメなのか。うわー、角度があるんですね、これ。マジか。ここのね、腕のここにつけないるんですけど、このね、ジョイントにすげえ角度がありますね。どうしようかな。なんかうまいことやります。こうか。こうか。こういう感じ。ちょっと電動走行が潰れてしまいますが、はい、ここ下にキャタピラを装備させました。そんで、このジョイントに、こいつを合体。こっちか。やっぱこっちでいいんだよな。えっと、こっちか。
何気にこれ、あれなんだ。一箇所しかこれも合体できない系ですね。これも一箇所しか合体できない系か。じゃあ、こっち側を合体させるか。おう。はい。こんな感じで合体させましたら、さあ、これで完成。ボカンドラゴンドリルだイエーイおーできたできましたね。できないかなって思ってたんですけど、できました。今日これ初めてやってます。おーなかなかかさ増ししてていいですよね。うん。なんか、うん。いろいろ合体した、うん、メカっぽくて、すごくいいです。で、ここにね、さらにもう一体ロボが合体したら、うん。非常に迫力があって良くなるんじゃないねえ。で、しかもね、後ろの豪華トにもう一体コスプレドッキングすれば、もう一体分合体できるし。お、これはなかなか楽しい。このボカンドラゴンが意外と、ロボじゃなくて、メカ型というか、マシン型合体だったんで、だったらマシン型のコスプレドッキングだったら、うん、できるんじゃないかなって、ちょっと思ってたんですよ。で、今日初めてやったんですけど、できましたね。うん。なかなか楽しい。で、これはちょっと無理か。これちょっと無理があるか。ちょっとこれを、ちょっとこうやって開くとか。ここに開いて合体させると、お、ほら、このメカブトンのウィングの方をちょっと開くと、さらに良くなる。ほら。お、お、なかなかかっこいい。この方が全然いいですね。お、いいじゃん、いいじゃん。ウィング開いた方がかっこいいぞ。ほうほうほう、いいですね、これ。あ、めちゃくちゃかっちょいい。これめちゃくちゃかっちょいい俺合体発見しましたね、これ。おー、ボカンドラゴンドリル。これはめちゃくちゃかっちょいい。あ、コメントいただいてますね。チアさん、スーパー合体が人型じゃないのは大巨人、大天魔よろしく、タツノコプロ感ありますね。あ、確かにね。うん。大巨人の大天魔は、あれにね、付属する、馬型のね、ロボと合体して、ケンタウロス形態になるんですよ。同じ、タイムボカンシリーズの、ヒーロー型の作品で、やっと出たマンっていうのがあったんですけど、はい、そのやっと出たマンに登場する主役機というか、主役のね、
ロボがいるんですよ。で、そのね、主役のロボ、まあ、すごいかっこいいんですよね。しかも、ジェット型にね、ジェット型、ジェット型っていうのかな、あれ。なんか、宇宙船的なやつというか、に変形するんですけど、その宇宙船とかにね、変形する系のロボがあって、で、それがね、あの、その変形するロボと、オプションメーカーのね、大天魔っていうのを、合体させることができるんですよ。で、それがね、大魔神っていうやつなんですね。で、この大魔神っていう、強化合体した大魔神形態がケンタウロス形態で、しかもね、ケンタウロス形態と、プラスなんか下のね、下半身部分が折りたたんで戦車モードになるみたいなっていうのもあって、なんかね、特殊な強化合体なんですよね。でも、それがね、結構、かっこよくて。だから、なんだろうな、あの、ダガーンのペガサスセイバー的なかっこよさうん、なんか、そのペガサスセイバーに、ね、おいおい通じていくような、そんなかっこいいね、メカがあったんですけど、はい、それに確かにね、通ずるというか、やっぱりこう、タツノコは、なんかちょっと、やっぱひとひねり加える感じがありますよね。やっぱ確かに、単純に、あの、メカブトンにクワガッタンが合体して、強化合体ロボになるっていうのもすごくいいと思うんですけど、やっぱちょっと一つひねりが足りないっていう風に感じちゃうのかもしれないですね。もしかしたらね。まあそういう意味ではすごくもしかしたらいいのかもしれない。おとかめながセイバーさん。カブトン、クワガタン、B ファイターカブトのカブテリオス、クワガタイタン、B ロボカブタクのドデカブタク、仮面ライダーカブト、仮面ライダーカブガタクを思い出しますね。まあ、いろいろね、確かにカブトムシ、クワガタモチーフはいっぱいいますよね。でも確かにメタルヒーローの、面白おかしい枠のやつね、の、にも、巨大なね、ドデカブタックか。ドデカブタックってね、すごいかっこいいね、ロボが出たりするんですよね。収納、なんだろうな、巨大合体、キングエクスカイザー的なね、巨大合体ができる、なんか、なんだろうね、ローダー型のメカからひっくり返って、かっこいいね、巨大ロボになるんですね。で、その中に、あの、カブタクのスーパーモードを中にね、収納して、収納合体ができる、なんかね、すごい、ロボ玩具があるんですよね。で、カブテリオスもそうですね。カブテリオスも、あの、クワガタメカ、巨大クワガタメカから変形してロボになるとかね。意外とね、そうそうそう、変形ロボね、クワガタ型、カブトムシ型の変形ロボっていろいろあって、かっこいいの多いから面白いですよね。チャーさん、目がかわいい、目がかわいい、いいアクセントだし、シリーズの伝統を感じますね。確かに。つぶらなお目目ね。確かにそうですね。ここら辺がちょっと、ただかっこいいんじゃなくて、可愛らしいを残してますよね。なかなかね、なかなか他のね、ヤッターマンとか、ゼンダマンとかね、
いろんなタイムボカンのメカとかがあるんですけど、やっぱね、どれもつぶらなお目目なんですよね、マシンがね。で、基本的に、どのメカもロボも、人格があるんですよ。タイムボカンのロボって。でね、結構ね、人間臭いんですよね、すごく。大巨人とかも、なんかね、人を、罪を憎んで人を憎まずとか言ってやってるんですけど、敵にね、やーい、バーカ、バーカとかって言うと、怒って、敵を爆殺するとかね。いろんな、なんかちょっとね、幼稚というか、可愛らしいね、人格を持ってるんですよね。かっこいいロボが。それもなんかタイムボカンの、一個のね、良さというか、特徴だったりするんですよね。そういう意味ではめちゃくちゃ、いいかもしれない。なかなかやっぱね、タツノコのメカは、ただただかっこいいだけじゃないから、子供にね、とっつきやすいというか、なんか子供が興味湧きやすいかもしれないですよね。シャアさん、虫とドラゴンの絶妙なアンバランス感がいい。あ、確かにね。なんかいろいろゴテ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 合体したらドラゴンっぽくなった感じが、かえっていい感じがしますよね。うん。で、またね、このオケドリラーを合体させることによって、このガチャガチャ感がさらに増したというね。で、またまあこれ電動走行ギミックがあるから仕方がないんですけど、なんか前足もだらんとしちゃってる状態なんですよ。普通に合体させると。だからこれ、オケドリラのキャタピラが下につくことによって、状態が結構グッと上がることによって、これ支えになってるんで、前足がね、しっかりと、なんか爪をこう踏ん張ってるみたいな感じになるから、ドラゴンとしてはこっちの方が様になってますね。うん。こっちの方がむしろかっこいいかも。あとこのね、ウィング広げた方がかっこいいですね。段違い。あとこのドリルね。このドリルいい仕事してる。やっぱね、ここ正面にただのジョイントの平面が来ちゃうのはちょっと気になってたんですよ。ここドリルで埋めてくれるのは非常にいいですね。うん。あとはここに豪華布団を置きたいな。そしたら完成形になりますよね、これ。いやー、ちょっとぜひ、豪華布団手に入れたいと思います。そしたらまたこれ強化合体してレビューしようかななんていうふうに思っております。ちょっとね、他の、母艦メカもあるんですけれども、ちょっとね、いい時間になってきちゃったので、最後にね、ちょっとオケドリラの母艦ドリルの合体をちょっと最後にやって、お開きにしたいかなと思います。こちら、ボディを取り外しまして、尻尾取り外し、はい。とりあえず一旦キャタピラパーツ取り外して、爪も取り外す。はい。で、先ほどね、取り付けたドリルは、ここにつけたまんまにしておきたいと思います。で、そうしましたら、はい。メカブトンの、はい、カブトムシモードですね。のこの状態にしておいて、腕を下に下ろして、体に添えておきます。はい、こんな感じですね。はい。で、そこにオケドリラのパーツを取り付けていきます。こちらには、こっちですね。このパーツを取り付けます。で、こちらにも、
キャタピラパーツを取り付けます。はい。そうすると、はい。この状態だと、かなりしっかりと、はい。こちらのキャタピラパーツを取り付けることができました。はい。そうしましたら、はい。こちらのボディパーツの方をセット。さあ、これで完成。保管ドリルだイエーイ、はい、本来はこのような形のドッキングをするメカでございました。このドッキングをする際も、やはりですね、あれは、通常の、いつものですね、ブレストパーツの方は、余剰パーツになってしまいます。これは取り付けてありましたね。失礼。こういう状態だ。こういう状態ですね。うん。なので、この状態だと、頭部のね、角パーツは余剰パーツです。だけど、このマシンモードに、ドリルモードに変形するっていうのが、なかなか面白いですね。こんな感じのマシンモードになりまして、うん。これはね、すごくいいと思います。単純にね、ロボットにいろいろくっついて、ロボがいろんなね、バリエーションになるっていうのと、またちょっと一風変わって、うん。メカの方に、強化形態があるっていうのもね、なかなか、うん、シャレが効いてて面白いなと思いました。うん。はい、ということでですね、ちょっといろいろご紹介、駆け足でご紹介させていただいたんですが、うん、総じて僕はね、すごく、素晴らしいなと思いました。ね、タイムボカンシリーズ。こんなにね、遊べると正直思ってなかった。これはね、子供が遊んでも、なかなかとっつきやすくて、好きになるような、気がしましたね。うん。ちょっとね、あと口惜しいのは、やっぱり、メインのね、コスプレドッキングである、カマキリッパーと、カットンボがね、手に入ってないところと、あとね、メインの豪華布団、これをね、持ってなかったっていうのが、非常にちょっと口惜しいなと思うんで、今度ね、手に入れられたら、第3弾の、生配信レビューで、今度こそは、最終形態をちょっとね、ご披露できればな、なんて思っておりますので、はい、今後ともちょっと継続してタイムボカン24シリーズ集めていきたいなと思います。いやー、今回もね、非常に気づきがあってね、楽しい配信に、させていただくことができました。またね、前回やりました、俺型コンテストの方も、うん、年末あたりにね、また企画したいな、なんていうふうに思いますので、ぜひぜひね、皆さんも、俺合体の方をね、ちょっといろいろ考案して、今からちょっとね、作品の方を、取りためていってほしいなと思います。それに向けて僕もね、ちょっといろいろ、今作ってるものがありますので、そちらの方を作ってね、作品なんかもちょっと発表できるような、はい、状態にしたいなと思います。いやー、白熱しましたね。楽しかった。ケイタさん、ドリルいい。シアさん、ドリルは男のロマンス。いや、ほんとそうですね。もう、グレン・ラガンみたいですね。いやー、ということで、今回は、いい時間になっておりましたので、ここら辺でお開きにしたいと思います。また次回も、楽しい企画を考案いたしまして、
生配信の方を続けさせていただきたいと思いますので、ぜひぜひご参加の方よろしくお願いいたします。それでは長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。バチでした。また次回の配信もよろしくね。バイバイ。またねー。